こんにちは、スタジオヘレブリューのふわわです。今回は個人的にこの壁は使えると思う家具を順に厳選して紹介していきます。実は壁として使える家具はプレビューの壁や仕切りのリスト以外にもあります。実際の使い方や配置例を交えて紹介していきます。また壁ってハウスにどう設置すればいいのという方のために簡単にポイントを解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは作っていきましょう。一つ目はステージパネルです。シンプルなデザインでどんなテーマの家でも取り入れやすい基本の壁です。染色も豊富で発色がいいのも特徴です。多くのパーティションは上下部分には壁掛け家具を直接設置できませんが、ステージパネルは上から下までどの部分にも設置することができます。またステージパネルは裏面に空着判定がありません。このおかげで壁掛け家具を向かい合わせに置いても裏面に吸い付きません。腰壁を組み合わせることで様々な種類の壁を作ることができます。腰壁は浮かせなし腰壁10選の動画でたくさん紹介しているのでご参考になさってください。発色がいいので景色を作る時にもおすすめです。2つ目はグリーンパーティションです。全面が草木に覆われた立体感のある壁になります。置くだけで森の中にいるような風景を作ることができます。壁に重ねて少しだけ草木を出して設置するのも素敵です。3つ目はキッチンキャビネットです。表面はその名の通りの家具ですが、裏面は木目の綺麗な木の壁になります。染色も可能で色によって粗い木目がより強調されます。2つ向かい合わせで設置すると上部以外は側面も綺麗に揃います。温かみがあり、ナチュラルモダンやヴィンテージ、インダストリアルなど幅広く使える壁です。4つ目はウォールキャビネットです。表面はたくさんの収納があるキャビネットですが、裏面は木の壁として使えます。こちらも染色が可能です。キッチンキャビネットと比べると木目の方向や粗さが違うのがわかります。向かい合わせに設置すると綺麗に揃い、両面とも木の壁として使えます。こちらもナチュラルモダンや薄い仕切りなど幅広く使える壁になります。5つ目はマーブルアルコーブベッドです。その名の通り、表面はベッドですが、裏面は壁として使えます。上下のモールディング以外の部分が染色できます。周りに並べても壁が綺麗につながります。ホワイトレクタングラーパーティションと同じではないですが、質感が似ています。内裏石調のモールディングはありますが、置くだけで天井まで届くこの質感の壁は魅力的です。内装としても使えますが、奥行きがあるので簡単に街並みが作れます。6つ目はストーンパーティションです。数少ない石でできている壁で、表面裏面ともに使い勝手がいいです。表面はひび以外の場所が染まり、裏面は全面が染まります。透過防止が少し特殊で、表面はカメラの貫通を防げますが、裏面はカメラが貫通してしまうので透過防止が必要です。洞窟系のハウジングの壁やモダンな部屋のアクセントなどにも幅広く使えます。7つ目はフリーパーティションです。上下以外の部分に所持品にある内壁材を貼ることができる壁です。扉がついている壁もあり、こちらも同様に内壁材を貼ることができます。上下のデザインは冒険者居住区のある各国のアパルトメントや個室と同じものや、シンプルスタイルの白と黒などがあります。パッチ 7.5 現在、扉がない壁が7種類、扉がある壁が7種類の合計14種類があります。
このように壁の横は内壁材が基本的に反映されませんが、例外があります。布シェアンフリーパーティションドアのみ横も内壁材が反映されます。柱など内壁材と同じ素材で作りたいときはこちらがおすすめです。上下のデザインの縛りはありますが、様々な内壁材を使えるのが魅力的です。8つ目はウッドスラットパーティションです。珍しい横幅の短いパーティションで、使える壁としては外すことができない壁です。染色も可能で木の質感がわかる色合いになります。横に並べて幅を広くすることもできます。またグリッド機能をオフにして隙間を埋めるように置くと、このように薄い木の壁として使うことができます。置くだけでおしゃれな仕切りになりますが、他の壁と重ねても素敵です。9つ目はボルタリングパーティションです。表面はカラフルな岩がついていますが、裏面は岩がないシンプルな壁になります。岩以外の場所が染色可能です。横は細かい穴のない壁になり、向かい合わせで設置すると薄い壁になります。ホワイトレクタングラーパーティションと同じではないですが、質感が似ています。シンプルですが個性的な壁で染色によって様々な使い方ができます。当はウォールブックシェルフです。表面が本棚でできており、裏面は木の板でできた壁になります。右のブックシェルフシークレットパーティションは天井まで壁がありますが、このように近づくと扉が開いてしまうので壁としては使いにくいです。後ろに壁を設置したり、天井を低くすることで上の空間を塞ぐことができます。前面の本棚は壁として使いやすく、木の壁との相性も抜群です。実際にこれらの壁をハウスに活用するポイントを3つ解説していきます。1、内装の壁を隠してみる。7.5 現在もアパルトメントや個室は内装の壁が変更できません。内装の壁を隠すように壁を設置すると、お好みのデザインの内装にすることができます。また、あえて内装の壁から離して壁を設置することで、家具の一部だけを壁から出すことができるようになり、表現の幅が広がります。内装の壁よりも部屋は狭くなりますが、その分様々なデザインができるようになります。2、仕切りとして使う。仕切りとして壁を使うことで広い部屋をいくつかの部屋に分けることができます。3、壁を組み合わせる。複数の壁を重ねたり組み合わせることでデザイン性の高い壁を作ることができます。様々な組み合わせを試してみてください。3つのポイントを押さえてご自宅に使える壁を取り入れてみてください。今後もハウジング制作動画を作っていく予定ですので、よろしければチャンネル登録、高評価、ハイプをよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。